こんにちは。何やら LO に使えそうな新カードが来るようなので、まずは現スタンで作成可能な LO デッキを紹介します。やばすぎるハンドだけどこの高低マナタイばかり引けばよハンドなのでキープ。お相手スパーカラー。最近だとレジェンドデッキが流行りですね。3ターン目もパス。何か構えてるのかな。とりあえずアタック。かき消されそうですが、とりあえずエイガン城の修繕を投げてみます。通るのか。お相手毅然たる援軍。やっぱりクリーチャーデッキなのかな。まず2体でタックし、そのまま構えてエンド。放浪を追うなのか、それともかき消し警戒なのか。こちらはやることがないので構えてエンド。お相手鋼の四天使をキャスト。やっぱりかき消し警戒してるっぽいですね。アーシは基本打ち消し持ち相手にもガンガン突っ込むので、この辺りは性格出ますね。ここは魂の仕切り打ってみますか。通れば時間に余裕ができるので損切りできそうです。お相手テンポ優先なのか、ここでかき消し。ここは通すしかありません。ここで損切り打ってもいいですが、損切りは犠牲のおかげで打ち消し耐性が多少あるので後回し。少しもったいないですが、国別をキャストしましょう。モードはアーティファクトで。お相手シェオルドレッドをキャスト。もう1枚の国別は取っておきたいのでちょっと困る。と思ったら完璧な突起解決。しかもちょうど6マナ余ってます。まずは修繕する建築家でアタック。そして損切りを犠牲キャスト。損切りは相手のデッキの半分を切削します。犠牲でコピーされるので4分の3を切削です。カニみたいにちまちま削るのもいいですが、こういう豪快な切削も気持ちいいですね。お相手のデッキは残り12枚。お相手はデニックを裏表両方キャスト。軍備放棄は表のデニックへ。エイガン城を構えてターンエンド。お相手まずアタック。これはエイガン城で取ります。お相手それに合わせて復活のアーテイをキャストします。本ミキはアーテイで打ち消し可能ですので、エイガン城が打ち消されてこちらは1ドロー。デニックのアタックが通って残り12点。エンドにラフィーンの塔をサイクリング。欲しいカードではないですが、強いですね。まずアタック。お相手警戒してここはブロックせず、まず黄昏の凶楽をキャストし、4点ゲイン2トークン。さらに婚礼の発表をキャストします。お相手の残り1枚は邪悪を打ち砕くかと思っていたので、これが通ってほっと胸をなで下ろします。ドローはちょうど欲しかった1枚です。お相手最後の1枚は切り崩しでした。ラフィーンはもはや自殺行為までありますね。ここは一番高いところをチャンプです。6点入って残り10点。試合終わりましたね。第3の道の創設をキャスト。2章からです。2章はプレイヤー1人に4枚切削。さらにもう1枚。もちろん2章から4枚切削して、お相手のライブラリは残り0枚です。もう殴る意味はないのでターンエンド。ライブラリアートでこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。さっきから無駄に6マナが吸い付けてきますね。お相手スパーカラー。サリアさえ出てこなければ OK です。こちらは相手がアブロじゃない読み出たそがれの強楽を使っちゃいます。実質活力回復です。お相手2ターン目もタップイン。コントロールかな。何にせよゆっくりで助かります。お相手3ターン目は構えてエンド。こちらはエイガン城の2章で1マナ伸ばします。そして農場労働者でさらに土地を反動へ。武装放棄を考えたら平地4までは伸ばしたいですね。魂の仕切りを構えてターンエンド。お相手エンドに影の予言。なるほど、エスパーカラー寄せだシズアーですね。お相手黄昏の凶楽をキャストしてエンド。土地が詰まったようです。ともあれ、
6マナ目まで伸びるのでもうやるしかないです。こちらは損切りを犠牲込みでキャスト。お相手のデッキの4分の3を切削します。やっぱり切削は最高だぜ。お相手のデッキ残り12枚。ここは当然アタックせずにエンド。お相手ハント達成から2回でアタック。ここ通しましたが墓地回収多いので農場労働者は墓地に送ってもよかったかも。こちらはまず農場労働者キャスト。キラチを1枚ハンドに加えます。次のターンは相手が一番強い動きをしてくると思ったので、ここは魂の仕切りを構えていきます。お相手緑線の束縛をキャスト。なるほど、先ほどズアを捨てていたので多分ハンドに1枚はあるはずです。ここは予定調和のズアキャスト。能力起動にスタックが一番綺麗ですが、しなかった場合が裏目なのでここで追放します。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。1マナ引けば綺麗に伸びるので満足キープ。お相手2ターン目も動かず、毅然たる援軍ラマイか白タンミットなのか、どうやら後者のようです。全く負ける気しないレベルで相性いいですね。こちらは都合よく土地を引けたので婚礼発表をキャスト。これで先手後手入れ替わるような感じですね。お相手2枚目の婚礼発表をキャスト。こちらは本当はトカシアの艦隊をキャストしたいのですが、土地が伸びないのはまずいのでイーガン城の修繕からです。次もトップ土地じゃなければイーガン城の修繕かな。とにかく土地が伸びないのは負けにつながるので。お相手噛みつく相棒をキャスト。白は基本ゆっくりなので助かります。こちらは土地を引けませんでしたが、農場労働者を引けました。エイガン城の2章で落とせば実質土地ドローです。さらにトカシアの艦隊から第3の道の創設を2章からキャスト。ここら辺でお相手も不穏に思ってそう。エンドに婚礼の発表からトークンが出て1ドローです。お相手4マナ立てて動かず、ということはあれですね。こちらはやることがないので第3の道の3章で魂の仕切りをコピーしてエイガン城を追放します。これでさらに平地サーチしつつ第3の道の創設も使い回せるというわけです。そして婚礼発表をキャスト。ここは当然アタックしません。そもそも殴って勝つ気はありません。 ESL を降りたノータッチってね。お相手やはり放浪を追う。しかしこの盤面を突破するにはさすがにパワーが足りない感じです。白系のデッキやってると奥義がない TW がどれだけ有情なことかとかみしめられます。お相手軍備放棄をキャスト。これは問題なし。お相手1体でアタック。ここは投資かな。4点入って残り19点。こちらは良いドロー。土地を置いて黄昏の凶楽。軍備放棄使って1ドローもありでしたが、他に除去がないので大事に取っておきます。そしてイーガン城の修繕をキャスト。こちらの平地カウントがいまいち伸びてないのが気になります。ここも当然殴らずにエンド。お相手6マナ目から放浪をマイナス1でトークン生成。そして聖域の番人が出てきます。これはまずいですね。侍のアタックはトークン2体で止めます。完璧なトップ解決。エイガン城の2章は第3の道の創設を戦場に戻します。2章で相手に4枚切削。自分のデッキ掘った方がいいのではという説はある。自分のクリーチャーも巻き込んでしまいますが、ここは告別言ってしまいましょう。アディオス。そしてエンドに1トークン1ドロー。お相手婚礼の発表から放浪をマイナス1でトークン生成。そのままターンエンド。ここで特大のガバ発生。黄昏の凶楽をコピーして唱えますが、建築家が裏返る方が先に解決されるので無駄に2マナ払っただけになりました。ここ本当は損切りから第3の道の創設といけたのですが、過ぎたことはしょうがないので
とりあえず損切り犠牲キャストから。お相手のライブラリは残り9枚。お相手はホウロウオウのプラスからエイガン城の修繕。デッキに平地がまだ残っていたようですね。そして軍備放棄、まだ全然ここから負けられますね。6点入って残り20点。こちらはエイガン城の修繕をキャスト。平地をハンドに加えて、さらに第3の道の創設をキャスト。2章の4枚切削からです。街並みの地ならし屋がめくれました。これ次のターンに蘇生からエイガン城破壊されたら負けまでありますね。こちらの負け筋にお相手が気づかないことを祈ることしかできません。お相手目覚ましい修復術、これやばいやっこだ。いろいろ誘発して。対戦ありがとうございました。お相手相棒に手を噛まれましたね。というわけでアゾリウスエル王でした。第3の道の創設、エイガン城の修繕、魂の仕切りの3枚のシナジー、美しくありませんか？これは海外投稿者のソニオという方のアイディアをパク参考にさせてもらいました。これ抜きで何とか形にならないかと試行錯誤したのですが、あまりにも綺麗なシナジーなので頭から拭い去ることができませんでした。ということでベースはいつもの白単コントロールで、そこに損切りと第3の道の創設をタッチした形になります。第3の道の創設はハンドアドバンテージとテンポを失わない4枚切削。損切りは6マナで相手のライブラリ半分切削。アレクルフ騒音がキッカーで6マナなので犠牲込みならパワーは十分かな。とはいえこれだけじゃ相手のデッキを削り切るには足りないので、エイガン城の修繕やセラの模範で第3の道の創設を使い回したり、損切りを第3の道の創設で使い回したりするわけですね。ちなみに第3の道の創設3章で魂の仕切りをコピーして第3の道の創設を対象にキャストするのはダメみたいです。なんでマジックよくわからん。さてライブラリアウトデッキですが、アーシが思うにライブラリアウトの何が強いって、相手がどれだけ盤面並べていても無視して勝利に迎えることだと思うんですよね。その点で言うとこのデッキは盤面のコントロールも得ようとしているあたりがあまり綺麗じゃないかなって気がします。そこで先日発表されたこの完成果ジェスですね。プラスはマイナス3、ゼロ修正、小マイナスは3枚切削して条件付きで3ドロー、そしてマイナス X で X の3倍切削、つまり4マナでキャスト時点で15枚切削。アレクルフ騒音と比べると若干落ちますが、中性値1残せば PW が盤面に残るのは大きいですね。正直セルフ切削するデザインにも思えますが、まあ使えるものは使っていくということで次弾で LO は強化されそうです。イーサーズが LO を好きがあるならジェイスに合わせて他の切削パーツも持ってくるかもですね。ちなみに足は悠長なデッキが好きなため LO にいい思い出がないからジェスは自己切削カードということにしておいてほしいですが、緩和9台、このデッキの強さですが弱いですね。視聴者の皆さんはこの動画だけで満足してもらうのが吉です。というか BO1 で白単コン自体がいまいちかなと思います。 BO さんならワンチャンあるかな。一応白単コンにはガン有利で黒単にも有利がつくんじゃないかなと思っています。なんかいつも黒単に有利って言ってる気がする。その他に関してはボコボコのボコにされますね。というわけで次弾での LO 強化を祈り、いや強化されなくていいか、説明は以上です。ところで足の YouTube チャンネルですが、登録者が現在995名、登録いただいた方本当にありがとうございます。次回は1000人突破を報告できるといいなと思っています。ちなみにニコニコは200名を突破しました。皆さんからのコメントやフォローがモチベーションになっています。動画投稿初期はここまで続けられるとは思っていませんでした。予宿みたいになってしまい縁起が悪いですが、今回の動画は以上です。それではバイバイ。